Hey guys! 限界アメリカ暮らしでも車遊びがしたい男、みよくです。今回約半年ぶりの動画撮影で、ちょっと緊張しているんですけど、動画を投稿していない間もご視聴いただいたり、チャンネル登録していただいたり、皆様本当にありがとうございます。少し前にですね、なんだかんだで、私みよくアメリカに来て1年が経過しまして、英語はまだまだ話せないんですけど、なんとかやっております。そして今回、アメリカに来る前からずっと行きたかった場所に行こうと思います。それはですね、カリフォルニア州のロサンゼルスです。ロサンゼルスというのは、大人気カーアクション映画ワイルドスピードシリーズの舞台となっている場所です。ワイルドスピードは僕の大好きな映画でして、子供の頃に、金曜ロードショーで、1作目が公開された時に、今となっては懐かしい VHS のビデオテープに録画して、何度も繰り返してみました。ですので今回、せっかくアメリカに住んでおりますので、ワイルドスピードのロケ地を巡る、旅に出かけようと思います。ちなみに、僕の住んでいるテネシー州から、ロサンゼルスまでは約2000マイルほどあります。前回動画にしたグランドキャニオンよりも遠いんですけど、安全運転で向かっていこうと思います。はい、それでは出発から36時間経ちました。途中で仮眠を取ったりしながら、無事に2000マイル走り切って予約していたこちらのモーテルに到着しました。今夜一晩ゆっくり体を休めて、明日から観光の方楽しんでいこうと思います。疲れた。はい、皆さんおはようございます。あれから一夜が経ちまして、早速聖地巡りスタートです。一番最初に、ワイルドスピード1で、ブライアンがエクリプスで走っていたあの駐車場に行こうと思っていたんですけど、ゲートがあってちょっと入れそうになかったので、断念して、フラフラしておりました。そしてですね、ワイルドスピード1で、ドミニクの経営していた、あの雑貨屋ですね、偶然見つけることができました。ナビを使わずに来れたのですごく嬉しいです。現実ではお店の名前はボブズフードマーケットとなっております。外観はそのままですね。お店の前ではミニカーなどの YSP グッズがたくさん販売されております。店内は一般的なコンビニと同じような品揃えです。店内の雰囲気は大きく変わっており、作中にあったようなカウンターはなくなっておりました。またブライアンがフォードの F-150 を止めていたあの場所はポールが立てられていて駐車できなくなっておりました。いろいろと、お土産を買ってきました。まず、コロナビールですね。ワイルドスピード好きな方だったら共感していただけるかと思います。あとですね、こういったミニカーも買いました。こちらの、ボブズマーケットさんの、オリジナルのキャップも、記念に買いました。そして、店員さんとちょっと喋っていたら、これプレゼントで、ステッカーを何枚かいただきました。すごく嬉しいですね。そしてお店の外で他の観光客の方に記念写真を撮っていただきました。はい、今ボブズマーケットの方から、歩いて移動しております。なんと歩いてすぐの距離のところに、ドミニクの家があります。さあ、もうすぐで見えてきそうです。はい、作中で何度も登場している、ドミニクの家に到着しました。いやー、すごいですね。めちゃくちゃ感動します。他にも何人もの方が、観光に来ているみたいですね。ちなみに作中では家の横にガレージがありましたが、現実ではガレージはありませんでした。ちなみに、僕の車はここに止めてあって、ボブズマーケットがあの位置で、そしてドミニクの家はこの坂を登ったところにあります。めちゃくちゃ近いところだったんですね。ドミニクの家があったあたりから、約1時間ほど、走ってきました。そして今、海沿いの1号線というところを走っております。ワイルドスピードの作中ではですね、完成したばかりのスープラで、黒のフェラーリとバトルしたあの道ですね。いや、こうして実際に走ることができてすごく嬉しいです。
作中のブライアンのようにスマートに入ることはできませんでした。通り過ぎてしまったので戻ってまいりました。ドミニクとブライアンが食事をしていた、ネプチューンズネットっていうレストランに来ました。ブライアンがドミニクに、釜をかけていた場所ですね。はい、そしてお店の前に来ました。お店の前はですね、道路を挟んで、こちら側が海になっております。とても景色がいいですね。いやー、この目の前に広がる海が、太平洋ですので、この先日本につながっているんだと思うとちょっと感慨深いものがありますね。はい、それでは続きまして、ネプチューンズネットから約1分ほどのところにあるビーチにやってきました。こんな感じですね。ちょっと今日波が激しいんですけど、こちらはですね、ワイルドスピード7、スカイミッションの、ラストシーンで使われたビーチだと思います。ちょっと確証はないんですけど、おそらくここだと思います。この辺りはずっと海沿いの道路になっておりまして、あちらこちらにビーチがあるんですけど、あちらの白い建物がですね、スカイミッションの中で映っております。ですので、ストリートビューなんかを使っていろんなところを調べたんですけど、多分ここで合ってるんじゃないのかなと思います。はい、ビーチの方まで歩いてきました。やっぱりここで間違いないんじゃないかなと思います。こんな感じですね。いやー、ビーチとても良かったです。先ほど犬を連れた、アンディさんという方が話しかけてくれて、どこから来たのとか、ワイルドスピード好きなんだみたいな話をしてくれたんですけど、その中で僕が英語まだまだ苦手なのでうまく伝わらなかった部分があったんですけど、その彼がですね、俺は英語しか喋れやんけど君は2つの言葉を話せてすごいねと褒めてくださって、いやー、もうずっとこう英語話せないことが割とコンプレックスであったりするんですけど、すごく嬉しかったですね。旅行で出会った人との思い出ってすごくいいですよね。はい、続きまして、ワイルドスピード1作目の、最後で登場した、こちらの踏切にやってきました。ここで、ブライアンのスープラと、ドミニクのチャージャーが、0-4をしたわけですね。レースで走ってきたブライアンやドミニクたちの目線から見るとこんな感じですね。交差点のところにちょうど線路が通っておりますので、なかなかちょっと分かりづらいような感じになっております。そして踏切を反対側から見るとこんな感じです。まさにこういうことですね。朝にボブズマーケットでこのミニカーを買ってきて正解でした。いやー、すごい映画で見たまんまや。はい、そして、この辺りがですね、踏切からしばらく走ってきたところなんですけど、この辺りで、ドミニクがトラックに当たって、事故したところだと思います。そして、事故した後にブライアンからスープラの鍵を受け取り、あちらの交差点を、左へと曲がっていったわけですね。作中ではこの辺りに白いパイプが通っているのが見えたんですけど、それはもうなくなっておりました。ただすごく、初めて来た場所なのにとても見覚えがあります。その後、踏切の場所から車を1時間半ほど走らせてグリフィス天文台というところに来ました。プラネタリウム以外の部分は無料で入館できるそうなんですけど、あまりにも人が多すぎて人酔いしやすい僕は入館を諦めました。展望台からロサンゼルスの夜景を一望できてとても綺麗でした。ちなみにこの景色はワイルドスピード1の冒頭で、数秒だけ使用されております。ちなみにこの場所はいろんなハリウッド映画の撮影に使用されておりまして、個人的に印象が強いのはターミネーター1の冒頭です。はい、それでは、1日目の予定していたところを全て回ることができて、無事に予約していたモーテルに到着しました。今日はもうあちらこちらで渋滞に巻き込まれてすごく移動が大変だったんですけど、行きたかったところ全て行きましたので、余韻に浸りつつ、コロナで乾杯したいと思います。
明日も引き続き観光しますので、すごく楽しみです。それではゆっくりします。はい、皆さんおはようございます。あれから一夜が明けまして、2日目1カ所目の目的地に到着しました。もうここ、わかる方も多いと思います。スカイミッションのラストシーンの場所です。いやー、ここですよ、ここ。この道路は作中では、一方通行になっていたんですけど、現実では対面通行となっております。作中ではこのストップの文字が、向こう側の車線にも、書いてありましたね。最初に到着した時にあれここ違うんじゃないのかなと思ったんですけど、何度も映像を確認しながら、見てみたら、ここで間違いなさそうです。この山の形なんかが、本当にそのままでした。はい、先ほどの反対側の方に来ました。向こうから、ブライアンとドミニクがやってきて、そして、この道を向こうの方へと走り抜けていくわけですね。いやー、本当にこの場所に来れてよかったです。スカイミッションを見たのは、僕が高校2年生の時でした。田舎から自転車で2時間かけて、映画館まで行って、スカイミッションを見ました。そして、初めて見た時、この場所が使われた、ラストシーンにすごく感動しました。いやー、やっと来ることができました。すごく嬉しいです。はい、それでは、最後に、あのラストシーンを自分で再現してみようと思います。こちら側から、ドミニクがこう走ってきたわけですね。そして、ここに交差点があります。そしてここで止まるわけですね。で、現実ですと対面通行なんですけど、作中では一方通行になっておりました。そしてここでドミニクが止まったわけです。そして、隣に、ブライアンの白のスープラが止まったわけですね。で、ここで別れの言葉はなしかっていう、名言が出たわけですね。そして、回想シーンに入り、そこから2台でこの道をまっすぐスタートしていきます。峠みたいな感じの道なんですけど、結構全長は短いです。すぐに高速道路の、乗り口が、あります。このカーブは結構映像の中でも印象的でしたよね。こう S 字の部分が、印象に残っております。いやー、いいですね。あの場所を今自分で走れてるっていうのが、すごく感動しますね。スカイミッションを見に行った高2のあの時の自分にちょっと自慢してやりたいぐらいですよ。結構勾配が急なのでエンジンブレーキ使いながら下っております。そして、次のこの左のカーブを曲がったら最後ですね。案外短いです。そして最後、ドミニクとブライアンが二手に分かれたところがあったと思うんですけど、その場所はいろいろ探してみたんですけど、ちょっと見つけることができなかったです。その後、ラストシーンの場所から車ですぐの距離にあるポール・ウォーカーの事故現場に行きました。今から約10年前にこの場所で憧れだったポールが命を落としたんだと思うと、とても心が痛くなりました。その後、少し車を走らせてポール・ウォーカーのお墓にも行きました。僕が行ったところで何ができるわけでもありませんけど、一人のファンとして眠っているポールに手を合わせました。以上でワイスピ関係の行きたかったところは一通り回れましたので、その後は普通のカリフォルニア観光を楽しみました。まずはテレビなんかでもよく見るハリウッドサインです。実際近くで見てみると思っていたよりも小さく見えました。そして個人的に興味のあったカリフォルニアサイエンスセンターやナチュラルヒストリーミュージアムといった博物館にも訪れました。そして2日間の観光の最後の場所はレッドウッド国立州立公園というところです。こちらはアメリカ人の友達にカリフォルニアに行くならぜひ行ってみてとお勧めされて行きました。公園の敷地はとても広く、到着したのが夕方だったので十分に満喫できたかどうかは分かりませんけど、とても落ち着く場所でした。
はい、それでは本日の動画はいかがだったでしょうか。一人の YSP ファンとして、数々の聖地を巡ることができて、本当に楽しい時間でした。そしてこの動画も皆様に楽しんでいただければとても嬉しいです。6日間のうち4日は丸々運転っていうなかなかハードな旅行だったんですけど、また一つアメリカでの大きな思い出ができました。それでは、長い動画になりましたけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちなみにですね、旅行は2023年の末に行っていて、この動画自体は2024年に撮影しております。いよいよ今年の11月頃には日本に帰れます。日本に帰りましたら、またロードスターの DIY の動画を復活しますので、またその時は皆さんぜひ見に来てください。ありがとうございました。